互い初恋で18歳から一緒になった2人だった。たとえ学校に関係を知られても、ルーフォンはイーチェンの手を強く握り、堂々と校舎を突っ切っていった。あの頃の2人にとって握りしめた手のぬくもりこそが世界のすべてだった。けれどその手はあまりにもあっけなく引き裂かれてしまう。イーチェンは両親に閉じ込められ、ルーフォンは父によって強制的にアメリカへ送られた。父は逃さないと言わんばかりに監視役として姉まで同行させる徹底ぶりだった。そしてイーチェンの弟は兄の携帯を勝手に覗き、諦めさせるためにルーフォンはもう二度と戻らないと嘘をつく。それでもイーチェンは会いに行こうとした。けれど2人はすれ違ってしまう。別れの言葉さえ交わせないままルーフォンはアメリカへ消えた。どれだけ連絡をしてもイーチェンから返事は返らず、そのまま4年が過ぎていく。皆さんこんにちは。 BL ホリックのムーニンです。ネタバレを含むのでご注意を。では早速始めましょう。久しぶりに流れてきたルーフォンの消息は婚約したというニュースだった。さらに追い打ちをかけるように、今度はルーフォンが CEO としてイーチェンの会社に現れる。トイレで迫られたイーチェンはとっさに彼女がいると嘘をついてしまった。それでもルーフォンは諦めず、自らパソコンを水浸しにして手の込んだ口実でイーチェンを呼びつけておきながら、いざ口を開けばやり直さないかと迫り方だけはどこまでもまっすぐだった。食事の最中、2人は偶然同僚とばったり会う。ルーフォンはその女性がイーチェンの恋人だと勝手に思い込んでいたのだが、ようやく勘違いだったと分かると勝ったような顔つきになった。家まで送っても帰ろうとせず、映画を見ようと言い出し、夜中になればお腹が空いたとカップラーメンをねだる。2人で一つの鍋を囲み、同じラーメンをすするだけの時間が彼らにとっては何より幸せなひとときだった。ちょうど降り出した雨を口実に、ルーフォンは一晩泊めてほしいと要求を追加。一人残された部屋では、今度はクーラーが壊れたとイーチェンを呼び出し、ついに思いをぶつけた。ひざまずいたルーフォンは会いたかったと告げ、その言葉が落ちた瞬間、イーチェンの目から嬉しさの涙がこぼれる。けれどもう一度やり直そうと突きつけられても、イーチェンは答えられずにいた。好きすぎるからこそ、もしまた同じことが起きたら今度こそ二度と立ち直れない。その恐怖が彼の足をすくませていたのだ。それでも同僚に背中を押され、イーチェンは再びルーフォンからもらった指輪をはめ、彼の家のドアを開けた。けれどその瞬間、見知らぬ男がルーフォンと親密そうに触れ合っている光景が目に飛び込んでくる。イーチェンは完全に打ちのめされ、指輪を外してルーフォンへ投げつけると、その場から逃げるように立ち去った。そして翌日には会社まで辞めると辞職届を出してしまう。ルーフォンがどんなに説明してもイーチェンはもう信じようとしなかった。堅くなに辞職を口にする彼を前に、ルーフォンの感情はついに決壊する。傷つける言葉ばかり並べ立て、それを聞いたイーチェンも絶望し、同じだけの刃を返してしまう。感情を抑制できなくなったルーフォンはオフィスでイーチェンを抱いた。その後どこを探してもイーチェンに会えず、ルーフォンは彼の弟の家にまで無断で押し入る。イーチェンはもう昔には戻れないと、もう愛していないと苦しい嘘ばかりを重ね続けた。それでもルーフォンは諦めず、一生をかけてもう一度最初からやり直したいと必死に訴えかける。追い出された後も帰ろうとはせず、外で一晩中タバコを手放せないまま夜を明かした。そしてその扉の向こうではイーチェンもまた眠れぬ夜を過ごしていた。朝になるとルーフォンからは婚約を破棄しに帰るとだけイーチェンへメッセージが残されていた。婚約破棄を聞かされた父親は激怒し、心臓発作で病院へ運ばれる。一方、休みもなく心も体もすり減らしていたルーフォンもまた倒れ、そのまま入院してしまう。イーチェンはルーフォンがもうすぐ死んでしまうのだと思い込み、涙が止まらなかったが、実は危篤なのはルーフォンの父親の方だった。ルーフォンはイーチェンが再び自分を選んでくれたと知ると、肌身離さず持っていた指輪をもう一度彼の薬指にはめ直す。そして父が息を引き取る直前でさえ、自分が一生を共にする相手はイーチェンしかいないと堂々と言い切った。
ルーフォンは今度こそ正真正銘本当にイーチェン以外の全てを失ったのだ。それでもようやく2人は穏やかな日々を取り戻していた。久しぶりに弟がイーチェンに会いに来た日のことだった。ルーフォンはいつもなら自分のそばにいるはずのイーチェンを取られた気がして、あからさまに不機嫌になりながら浴室へ引っ張り込み、抑えきれない欲望をむき出しにする。やがて正月が訪れ、ルーフォンはイーチェンと共に実家へ帰るが、彼自身は近くのホテルで過ごすことしかできない。夜になるとイーチェンは家を抜け出し、2人は人目を忍んで会い続けた。母と弟が親戚の家へ出かけた隙にルーフォンを家へ招き入れるが、運命は最後まで2人を見逃してはくれなかった。予定より早く帰宅した母に見つかり、その場は一瞬で修羅場と化してしまう。2人の関係を一生許さない母を前にして、イーチェンは大学1年からずっと自分を思い続けてきた女性と結婚する決意を固める。結婚当日、目の前に立つ彼女ランをまるでルーフォンがそこに立っているかのように自己催眠するしかなかった。粉々になった心が今度こそ二度と元には戻らないことを彼自身が誰よりも分かっていた。姉はルーフォンを警察から出したが、彼の手に届いたのはイーチェンとランの結婚招待状だった。今の自分の手にはもう何一つ残されていない。だからこそ創業に全てをつぎ込み、自分を壊すように仕事へ没頭した。人間らしいとは言えない生活を続けるうちに、気づけば5年の歳月が流れていった。その5年の間、イーチェンは一度もランと友達以上の関係になることはなかった。考え事をしながら車を運転していたイーチェンは、危うく若い男ルオを引きそうになる。ルオはイーチェンが仕事を探していると知り、自分の上司に履歴書を送ったという。こうしてルオは面接という形で再びイーチェンとルーフォンを引き合わせた。けれど再会したルーフォンはまるで人が変わったように冷たく、仕事の話しかしないどころか、わざとルオと親しげな姿を見せつけ、イーチェンを突き放そうとする。それでもイーチェンは自らルーフォンの家を訪ね、5年前のことを謝りたいと告げた。だが今のルーフォンはすでに躁うつを患い、精神は限界まで追い詰められていた。イーチェンがどれだけ説明しても聞く耳を持たず、あらかじめ飲み物に薬を盛り、イーチェンを監禁してしまう。実のところ、ルオは金で雇われたバイトに過ぎず、わざとイーチェンを怒らせるために芝居をしていただけだった。バイトは彼一人に限らず、ルーフォンは怒りを晴らすために毎日のように違う男をわざと連れて帰ってはイーチェンの目の前で触れ合った。ルーフォンはついに口を開く。自由になりたければ警察に通報してもいい。眠っている間に殺しても構わないとまで言い切った。翌日、酔って帰ってきたルーフォンはもう気持ちを抑えきれなかった。長年積み重ねてきた思いも憎しみも執着も全てが限界を迎え、ついにイーチェンを強引に抱いた。ここまで来てイーチェンはようやく自分はもうルーフォンに愛されていないのだろうと、その事実を飲み込もうと自分に言い聞かせる。そんな日々が続いたある日、ランが現れイーチェンを連れて帰ると告げた。我を失ったルーフォンはランの目の前で自分たちは18歳から恋人同士だったと言い放つ。そしてイーチェンの唇を強引に奪い、さらにランとイーチェンの間には何もなかったという最も触れられたくない事実までわざとえぐるように突きつけた。理性を失ったランはとっさにバッグから銃を取り出し、ルーフォンへ向けて引き金を引く。その瞬間、イーチェンの体は考えるよりも先に動いていた。ルーフォンの前に立ちはだかり、自らその銃弾を受け止めたのだ。どれほど傷つけられても、どれほど絶望させられても、結局イーチェンが愛しているのは最初からルーフォンたった一人だけなのだから。ルーフォンは毎日病院に通い、イーチェンが目を覚ましてくれるならどれほど憎まれても構わないと涙ながらに訴え続けた。長い時間を経てイーチェンはようやく意識を取り戻し、回復へと向かっていく。隣にいたいと願いながらも、ルーフォンは自分のしてきたことがどれほどイーチェンを傷つけ、どれほど彼を怖がらせていただろうかと思うと、何一つ言い出せずにいた。帰り際、彼は指輪を差し出し、
まだ答えなくていいけれど自分は一生待っているとだけ言い残して去っていった。そんなある日、連絡が取れなくなった弟と偶然再会し、さらに足が完治しているのを見て、イーチェンはこれ以上ない喜びに包まれた。弟は彼氏と共に国外で暮らしているので、一人きりになった兄を説得し、一緒に暮らそうと勧める。ちょうどそこへルーフォンが現れて、行かないでくれとみっともないほど必死に懇願した。そのまま兄を車へ押し込み、家に着くなり荷物をまとめ空港へ直行しようとした。しばらくの沈黙の末にイーチェンは静かに車を止めてほしいと口にする。どれだけ傷つけられても、どれだけ遠回りをしても、自分が愛しているのはルーフォンだけだった。彼はようやく自分の気持ちに正直になり、車を降りるや否やルーフォンを置いてきた場所へ全速力で走っていった。けれどそこに人影はなく、間に合わなかったのだと悟った瞬間、失望のあまりその場にしゃがみ込んでしまう。すると次の瞬間、ルーフォンがゆっくりと姿を現した。もう二度と話さないと言わんばかりにイーチェンを力強く胸へ抱きしめる。遠回りしすぎた初恋はようやく本当の終着点へたどり着いたかのように見えた。何度もイーチェンを失いかけたルーフォンはいつしか臆病になっていた。傷つけてしまうことを恐れるあまり、どこか他人行儀になり、彼に触れることさえためらうようになる。一方のイーチェンはなかなか距離を縮めてこないルーフォンを見て、もう好かれていないのではないかと不安を募らせていた。今度はイーチェンの方からもう一度一からやり直そうと告げ、ルーフォンを強く抱きしめた。もう二度と離れたくない思いはルーフォンも同じだった。彼はイーチェンを特別助手としてオフィスへ迎え入れ、離れていた年月を取り戻すかのように当たり前の日々を一つずつ積み重ね、2人の間に笑顔が戻り始めた。けれどランの結婚式へ行こうとするイーチェンを引き止めようとして、ルーフォンはまたしても感情を抑制できなくなっていた。気持ちを落ち着かせようとシャワー室へ逃げ込み、そこでイーチェンは彼の服からホテルのキーカードを見つけてしまう。他の男と関係を持ったのではないかと疑い、荷物をまとめてランに会いに行くと吐き捨てた。失う恐怖に追い詰められたルーフォンはついに真実を打ち明ける。あのキーカードは精神科医とのセッションのためのものだった。彼は躁うつと診断され、入院して治療を受けるよう勧められていたのだ。けれどそんなことをすればまたイーチェンに捨てられるのではないかと思うと怖くてたまらなかった。イーチェンは真正面から今度は絶対に離れない、たとえ治療が失敗に終わっても一生そばにいる約束をする。それでも入院中のルーフォンは発作を起こし、イーチェンに会いたいと取り乱してしまう。その姿をイーチェンは毎日欠かさずドアの外から見守り続け、今すぐ抱きしめたい、連れて帰りたい衝動に何度も襲われながら彼は耐え続けた。こうしてようやくルーフォンの状態は安定し、イーチェンが彼を迎えに行く日がやってきた。2人にはまるで大学時代へ戻ったかのような穏やかで幸せな日々が訪れる。長い長い遠回りの果てに2人がたどり着いたのは、ただ隣にいて共に年を重ねていくという何でもない日常だった。何度も引き裂かれ、何度もすれ違い、その度に傷つけ合いながら手を離すことだけはできなかった。握りしめたその手のぬくもりこそが18歳のあの日からずっと2人にとって世界のすべてだったのだから。また次回お会いしましょう。ではでは。